今回は冬到来ということで、冬の寝る前に準備する必須グッズということで皆様にお届けしたいと思います。私たくさん書きました、7つほど一般的な冬のアイテムっていうのを書き出したんですけれども、この中でいきなりクイズです。2つ私はあんまりいらないと思っているものがあります。それを選んでください。はい、わかりました。ちょっとよーく考えてくださいよ。全部よーく見ていただいて、いらないものを2つですからね。もうわかりました。もうわかりました、早いですね。大きくバッテン。その2つを選びますか。なんと正解です。いきなり正解ですね。さすが山田しおり枕研究所のスタッフということで、この2つなんですよね。じゃあ1つずつちゃんと説明してまいりますね。逆に2つはいらないけど後のものはいると考えていただきたいので、まず何といっても必須なのがエアコンディショナーのタイマー、もしくはスマートリモコンということで、スマートリモコンありますとね、もしくはタイマーがありますと、寝る前の温度、そして朝起きた時の温度を設定できる。これなかなか快眠。深い眠りに影響するのは室温、寝室の室温、とても大事です。まず寝る前にはだいたい16度から19度ぐらいに設定してください。そして朝起きる時にはちょっと温度違いますよ。少し高め、20度から22度ぐらいにセットしておくとがベストです。ただこれざっくりね、何度から何度って言いましても、そのお家の立て付けであったり、その方の体温であったり、寒い、感じ方であったり、もしくは一緒に寝てる方のパートナーとの温度差みたいなものもありますので、そこはいろいろ試してみて最適な温度を決めていくのがよろしいかと思います。暑すぎず、冷たすぎず、寒すぎず、適温っていうのをみんな探しましょう。では第2番目、加湿器、スチーム式ということで、最適な湿度何度だか分かりますか？ 60% ぐらいですか。だいたいね40から60、これもですね、すごいやっぱり湿気のこもりやすいお家もあれば、結構ドライな乾燥したお家もあるので、湿度設定をうまく、自分のお家の感じに合わせて、細かく設定してみていただくといいと思います。結構ですね、冬乾燥が怖くて、みんな過湿、過度に湿度を上げてしまうっていうことがあるんですね。でもこれっていろんなばい菌、細菌であったり、カビであったり、いろんな問題がまた出てくるので、適度な湿度を守るっていうことはまず大事なことです。では3番目、これは私の大おすすめなんですけどもね、電気式毛布。かつて撮った YouTube 覚えてますか？電気毛布、式毛布、どんな人に有効でしたか？やっぱり腰、腰痛や座骨神経痛、足のつりですね。そうですね。なんて言ったって背中に大半当たっているものですので、後ろが温まりますよね。私がなぜ電気掛け毛布じゃなくて敷毛布を選ぶのか。掛け毛布は体にまとわりつきます。非常に寝返りが悪くなってしまう。だから掛けではなくて、同じ電気でも電気敷毛布を使っていただきたいんですね。絶対おすすめです。特にご高齢の方、寒がりの女性の方、寒がりの男性の方、ぜひ使ってください。じゃあぐーっとこれダメでしょ。ダメな理由もちゃんと説明しましょうね。湯たんぽ、なぜダメか。今ですね、結構安全性の高いものいろいろ出てきているんですが、大きさも様々だったり、どうしても皆さん寒いと体の近くに置いちゃうんですよね。結局それがですね、寝返りの妨げになっちゃうんです。脇の下、足元、体の接触する部分に置くことによって、寝返りをしようと思った時にそっちに寝返りが打てないってことが起こるので、私は真っ平らで
何にも寝返りを邪魔しない電気式毛布を湯たんぽではなくておすすめしています。はい、じゃあバッテンつけていただいた冬用パジャマ、なんで冬用ダメだと思います？やっぱり冬だとやっぱり寒いので、うんどうしてもモコモコしたフリース着たりとか、そう、まあ一番良くないのは、フードをついてるパーカーそうですよね、かぶっちゃったりとかね、この辺溜まっちゃったりこの辺溜まっちゃったりね。ということで冬用パジャマなんて不要です。できるだけ薄手のさらっとした寝返りしやすいパジャマを選んでいただきたいと思います。だから寝巻きでもこもこあったかいっていうんじゃなくて、電気式毛布であったり適当なエアコンの温度であったりで、調節をするっていうことが大事。どうしても体に接触する部分にあったかいもの着たくなっちゃいますけどね、それやることによって何が悪くなりますか？寝返りができなくなっちゃうですね。ということをご理解ください。はい、では次、あと2つです。6番、遮光断熱カーテンです。そう、これね結構いいことなんですよ。私もねだんだんこう年を取りまして、寝る時の光をどれだけ遮断するかと研究所ではアイマスクですね。あります。アイマスクもすごくいいです。あとはやっぱり部屋全体を暗くすることによって遮光カーテンで、冬ですからそこに断熱が入ってるとね、結構部屋の温度を維持できますので、断熱カーテン、もし冬なんかも雪が降ったりもするかもしれないので、早めにこういったカーテン取り替えておくと、夏用と取り替えておくといいんじゃないでしょうか。はい、最後です。レッグウォーマー、これめちゃくちゃおすすめです。はい、寝返りのためには靴下は履かない方がいい。で膝から足首を温める。レッグウォーマーで温める、このベストな組み合わせですね。靴下はポイでレッグウォーマーをつける。夏もこれかなり役立ちましたけど、冬はなおさらのこと必需品となりますので、皆さん冬の必要なグッズ分かっていただけましたか？しっかりとこちらおさらいして覚えておいてください。ではいよいよ、山田しおり枕研究所のトップ3をご紹介したいと思います。冬に必須アイテムのトップ3ですよ。もちろん第1番はこちらの寝返りできる整形外科枕、第2位は、整形外科掛け布団です。はい、そして第3位、当社のレグウォーマーとなっております。それぞれなぜその冬にアイテム必須かっていうところをお話していきたいと思います。ではまず寝返りできる整形外科枕。皆さん寝る時に、私行儀よく寝てます、あんまり動きませんっていう方いらっしゃると思うんですけど、それじゃあ寒くなっちゃうんですよ。はい、寝てる時も体を適度に動かすこと、これこそが血流を回し、リンパ液を回し、そして関節液を回し、さまざまな、体液、体の液体を回すことによって、翌朝までに体をリカバリー、元に戻すこと、血の循環を良くして体温を上げること、これが大事なんですね。ですので寝返りを促す整形外科枕は、寝返りを通して冬暖かく寝るために必要な必須アイテムナンバー1となっています。では次に、整形外科掛け布団400と1000がございます。羽毛の量によって2種類用意していますが、冬はやっぱり1000をかけたいですよね。例えば暖房を非常に温度をある程度設定して、部屋全体を暖かくする方であれば、もしかして400でも十分かもしれません。お部屋の温度によって湿度によっても調節して選んでいただければと思うんですが、ちょっとこの構造をご覧ください。このただのねステッチじゃないんですよ。この一つずつのキルトのステッチによって区切られた空間の中に羽毛の量を変えているんです。羽毛の量が多いところと少ないところを分けることで、寝返りした時に体に掛け布団が絡まらない、まとわりつかない、
ような構造に作ってあるんです。だからちょっとこう羽毛が少ないところ、たっぷり入っているところあるんですよね。これはもう独自の掛け布団となっています。で最後に、はいどうぞ。はい、色違いですね。黒とグレーということで2色ご準備しているのがこのレッグウォーマー。特徴は何ですか？何といっても伸縮性があって、はい、この十分な長さ見てください。男性でも膝から足首まで2つの関節を網羅して履くことができます。そしてシルク入っていますので、非常に暖かくて肌触りがいいこと、安心してお使いいただけます。できればですね、こちらの図に書いたように靴下を脱いで、そしてレッグウォーマーを足首から膝までかける。これこそがふくらはぎを温めて血流を良くすることになり、そして足裏からは熱を放散するので深い睡眠に入ることができるわけです。いいですか？この3つの商品、寝返りを促す整形外科枕、整形外科掛け布団、そして当研究所のレッグウォーマーを使えば冬もぬくぬくと暖かくぐっすり眠ることができると思います。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。